はい。全国質問会始めたいと思います。よろしくお願いします。もう動画撮りすぎて何やってるか全然わかんなくなってます。よろしくお願いします。質問のある人は、手を振るか、手のマークを上げていただければ、お名前を言いますので、ミュート外して質問してください。よろしくお願いします。はい、岩田さん、どうぞ。はい、いつもお世話になっております。はい、よろしくお願いしはい、ます。えっと、ペットのアロうん、マの件なんですけれどはい、も、腎臓、肝臓ケアとか、はい、あとは糖尿病とか、はい、あと転換とか、長期的にお付きうん、合いしていかなきゃいけない病はい、は気い、に使う、うん、タイミングというか、はい、どういう期加減。間、はい、どんなタイミングで使っていくのがいいのかなっていうはい、はい、のがはい。お聞きしたいです。はい。まずですね、腎管が弱ってくるワンちゃんとか猫ちゃんいますよね。はい。で、病院でお薬が出たりなんかすると思うんですね、実際ね。はい。で、やっぱり長期になると思うんですよ、お薬が。うん。ですから、一緒に僕は使っていただいて、はい。定期的に検査すると思うんですね。血液取ったりいろいろ。そうですね。はで、い。数値が良くなったら、ちょっとお薬を減らしていただくという形で、うん。逆に減薬のためにっていう形で使っていくのが多いですね、実際。ずっと使い続けるっていう感じですか？そうですね、はい。うで、またん。効かなくなったら摘出上げたりなんかしてみて、うん。で、お薬ずっと長くいっぱい使うよりは、メディカルアロマと合わせた方が薬が少なくて、逆にシニアですとか、肝臓に負担かからないのかなってことで使ってます。頻度的には週何回とか、毎日とか、毎日ですね、朝晩毎日でいい晩。ですか？はい。はい。じゃあ、心臓のことになると、うん、血管を拡張させるとか、強心作用とかっていうとはい。ころで、はい。お薬と併用して大丈夫っそうですね。ていうこはい。とですね。あ、わかりました。ありがとうございます。全然大丈夫です。はい。はい。あですね。りがとうござい糖ます。はい。尿病に関してはゼラニウムブルボンしかないんですけあ、ど、はい。あれは膵臓を競争してという形なんで、うん。あんまりひどい状態になってると無理かなって感じします。ああ、なるほど。膵臓の機能が落ちちゃってると、ちょっとね、インスリンが出ない状態だと難しいかなって感じですね。うん、ああ、わはい。かりました。はい。あはい。りがとうございます。はい。あと、どなたかいますか？誰かいるかな？まだね、ワイルドキャロットないんだよね。人感のね、他のちょっとセールで代用してください。どなたかいますか？はい。口木先生、どうぞ。よろしくお願いします。はい。通常、現役シリーズが入っている化粧水をお勧めしてるんですけどはい、も、はい、はい。はい、今度、ピオニールローションはい。はい。を勧めたいと思うんですけども、はい。その、どういった方がピオニールローションが適してて、はい。それとも同時に使った方が効果的なのか、そのはい。辺の使い分けをちょっと知りたいななるほど。と思いまして。わかりましはい。た。ピオニールをそのまま使った方がいいんですけど、一応一つが細胞活性薬。皮膚の美容にいいので、先に使っていただいて、その後美容ジェルとかいろいろ使って、化粧水使っていただければいいかなっていうのがありますね。で、プラス、美容だったらそれでいいんですけど、もう一つ、ワンちゃんやなんかでしたら、皮膚疾患にも非常に常在菌を増やすんで、いいかなと思いますね、そういうのもね。はい。はい。化粧水あの場合の方がいいかな。うん、はい。例えば、ニキビのクレーターを直しうん、たいっていう場合は、はいはい。ピオそう。ニールも大丈夫なんですかね？大丈夫ですけど、はい。常在菌だけでカバーするのきついかもしれない。傷跡だから。でもね、使えるんだったら、普通のアロマのケトンあるじゃないですか。ラベンダースピカとか、あの辺と合わせて使うといいかなと思います。あと、ローズウッドの細胞活性ね。はい。アトピーの人はちょっとケトン厳しいので使わアトピーない方がいい。だともうピオニールだけでいくしかないね。ピオニール、はい。はい。はい、わかりました。あと今ね、あれがあるんですよ。アロエがあるんですよ。はい、アロエもいいです、はっきり言って。傷跡の修復には。その場合は1ミリぐらい入れればいいですかね？ジェル化粧水、化粧水、ジェルの方が、ジェルだったらだいたい、最低0.4。化粧水だったら1ミリから2ミリ入れたいな。はい、はい。はい、
ありがとうございます。はい。あとどなたかいますか？はい、菅原さんどうぞ。よろしくお願はい、いいですよ。いします。はい。あの、ちょうど今、ニキビのクレーターについてうん伺おうと思っはい。てたんですけど、うん。あの、スピカとローズウッド2滴はい2滴に、そうですね。はい、ジェルですけども、それにうんうん。アロエベラ0.4 0.4。でいいですか？いいですね。はい。はい、高校生の子なんですけど、いいと思いクレーターますよ。気になる。うん。そうですね。いいと思います。いいわかと思います。りました。はい。あと、もう一点なんですけれはい。ども、体の全身にうん。痛みが出てしまう人で、ほう。もともと、あの、筋ジストロフィーはいはいはい。にはなってないんですけども、うん。そういう家系の方はい。なんですけはい。ども、で、ちょっとまあ歩いたりとか買い物しに行ったりしても、うん。かなり体がすぐ筋肉痛みたいに全身痛くなっちゃうちゃう。うん。んですって。で、一応えっと、も、えー筋肉痛のジェルってあるじゃないですか。はい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 。あれで、軽減するみたいなんですけども、はい。塗ると。うん。なんですが、うん。その後に、こう、体がパンパンになってしまうっていうことで、うんむくんじゃうんです。だはいはいはい。そうなんですね。はい。その時は、うん。例えば買い物前とかに、はい。あの、えー、なんですか、事前にちょっはいはいはい。と塗っておいた方がいいですかね、ジェルとか。そうですね。ローズマリーカンファーが入ってるじゃないですか。はいはいはい。あれを2滴なんで、ちょっとえー3滴か4滴に増やしてください。筋肉弛緩はい、で。で、はい、逆に、むくむんだったら、うっ血、サイプレス入ってると思うんですよ。はい。あ、それをちょっ今ね、と、赤赤松ヨーロッパ松ヨーロッパ、いいですよ、いはい。いよ。そしたら4赤松ヨーロッ滴、パもちょっと増やしてください。はい。赤松も4滴。4滴ぐらい増やしてください。はい、はい。で、買い物前だったら、まだうん、痛くないから、うん。ウィンターグリーン入れますか？あ、もう入っててもいいと思いますよ。あ、入って受けて取ってあります。もいいですね。はい、全然いいであ、す。そうですか。わかりはい。ました。ウィンターグリーンも4滴のやつですそうか？ですね。で、はい。逆に本当にむくむって全体むくむとかね、やっぱ足がむくむ。はい。全体だそうです。あ、そうなんだ。うん。はい。なので、パッションフルーツ0.4入れとこうか。あ、パッション。なるほど。うん、リンはい。パ管があれかもしれないかはい、はい。ら。で、これを出かける前に塗って、そうでもすね。しパンパンになったまた塗っていい時にと思います。これではい。いいですか？同じあ、もので。わかりました。はい。はい。えっと、普通の冷えとむくみのジェルってあるじゃないですはいか。はいはいはい。あれではなくてこちらの方がいいですそうですね。筋か？はい。肉しか入ってた方がいいと思います。あ、わかりまはい。した。ありがとうございます。はい。あとどなたかいますか？いるひひひひひ。いないの？え、佐藤先生、なんかある？はい、ありがとうございまはい。す。はい。猫なんですが、猫ちゃん。はい、口内炎ができてではい。すね、クローブ使いたいと思ったんですうんが、うん。クローブを出すとあの匂いで逃げちゃうんですよ。逃げちゃうんだ。はい、その場合なんですが、うん。あの、ミラクルジェルはい。とかだったらどうでしょうか。ミラクルゲルでいいと思いますよ。あ、ゲルじゃない、デンタルペーストはごめんなさい。あ、デンタルペストですね。うん。それがいいはい、と思います。わかりました。じゃあそこをもう直接、はい。口内炎のところになるべく塗るようにするそうですね。という形で。はい。いあ、けると思いわかり、ますので。はい。はい、わかりました。ありがとうございます。pH 12ありますから、それで結構いけるかなって感じですね。あ、そうですよはい。ね。はい、ありがとうございます。あとはどなたかいますかね。誰米田先生、なんかある？はい。はい。えっと、転んで、うんあ、転んで。転んで口の中と唇を切った方がらっしゃったんですけど、ここから行こうかみたい唇の場合は、な。はい。クリームの方があってます。ジェル、外側外側です。あ、唇の。まあちょっと固めのクリームがいいかな。うん。うん。
で、あまり精入れなくても治るんじゃないですか。あんまりやっぱり深くなかったら。そうです。うん。唇の場合、口の中の場合はどうしてクローブがいいね。クローブ。クローブ、反抗形成もあるから、じゃあ、オいいです。リーブオイルと混ぜた方が。そう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 。で、ちょこっと、綿棒でつけたりなんかそういうと。はい。はい。わかりました。はい。顔からいったか、すごいな。あと、どなたか言いますか。上野さんどうあるなんか。ありがとうございます。はい。えっと、犬なんですけど、はい、ワンちゃん、ワンち擦り傷ゃん。はい、はい。を作っちゃったんですが、はい傷ジェルうんありますよね。うんうん。あれの、精油だけじゃなくって、はいはい。アロエとかあ、いいですがね。いいですね。入ってるもので、うん。あと精油の量っていうのは、うん。人と一緒でも大丈夫です。あ、全然大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。あ、本当ですか？あ、ただ、ちょっとわかりまし深かったりなんかしたら、パルマローザとか、ちょっとた。はい。よくあるんで入れた方がいいかなと思います。じゃあ、えっと、パルマと、うん。アングスティフォリアと、うん。スピカと、いいか。はい。アロエ。クローブは舐めあ、防止って、でもクローブ入れられたら入れた方がいいですね。あ、そうですか。抗菌力強いおし、反抗形成あるし。あ、わかりました。はい。ありがとうございます。はい。明らか先生なんかあるありがとうございまはい。す。ええ。お友達のことなんですけうん。うど、ん。3月すごい激務だったんで、はいはい。まあ、インフルでもなく花粉症でもないんだけど、鼻水が止まらなくて、はいはい。で、まあ、倦怠感もあったうん。そうなんですよ。うん。で、それで何かアロマでできませんかって言われたんですけうん。ど、もううん。これってストレスですかね。でも、わからない。結構、アレルギーで、花粉症でそういう症状の人も多いですよね。で、逆にそのストレスで免疫が下がることもあって、風邪ひく人もいるから、やっぱりちょっと疲れてるんだったら、ちょっとそういう、風邪ひきそうだなと思うときは免疫促進ジェル使った方がいいし、ただ鼻水だけだったら、それこそノーズケアでやるのかなっケアで。て感じではい。すね。免疫促進とノーうん、ズケアをお渡しすれば、そうだと思いまあ、ますね。完璧はい。ですね。はい。うん。はい。わかりました。ありがとうございあと、ます。もし本当に鼻水だけでのちょっと耳鼻科行って、あ、はい。鼻炎の可能性もあるんでね。そうですね。うん、はい。ちょっとその辺。はい。ありがとうございます。はい。えっと、高橋さんなんかありますか？ははい。いはい。よろしくお願いします。はい。犬なんですけど、まっちゃん、はい。はい。前にちょっと肉球のとことか手とかに傷がではい。きて、で、はい。それは、傷ジェルとか使って治ったんですけど、うん。ペロペロ癖が治らなくて、これってさっき言ってたクローブとかっそう、て、どこ舐めますどこ手手とか、うん。なんかもう、そんなにかゆいものとかないはずなのに、綺うん。麗になってるのに、なんかこの辺をカジカジカジって噛んうん。でみたり、手をペロ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 舐めてみたり、このうん辺ですね。何歳？ 今8歳です。8 歳。うん。逆に、ミラクルイオンスやるじゃないですか。はい。それ1日2回ぐらい塗った方が、うん。もしかしたらちょっとなんか菌やなんかでかゆいのかもしれないなとか。はあ、ちょっと乾燥してるかなっていうのがあって、ちょっと乳液を作って、背うん。中のとこなんか塗ったりしてるんですけうど、ん。それよりもイオン水の方がいいです。そっちやってみて、毛濡れてるノズルみたいんで、皮膚うん。にちょんちょんちょんってつけて、ちょっと2、3日やっていただいて、はい。それで良くなったらやっぱりちょっと、まあ、菌があるのかなって感じですし。じゃあ、はい。無理にクローブとかは入れない方入れないが。方がいいですね、ちょっとね。わかりはい。ました。ありがとうございはい。はい。岩田さんどうぞ。すみません、2回はい。目で。大丈夫ですよ。あの、犬のうん。咳止めっていうのは、はいはい、皆さんどありますね。こに塗ってるんでしょうか？喉のところですか、毛をかき分けてポイントで。毛をかき分けてかき分け塗てれば大ポイントで丈夫ですか？塗ってください。はい。わかりました。はい。皆さんありがとうござい全然 ます。OK です。はい。古橋さんなんかある急にびっくりって感じで。
ですね。すみません。そうですね。うん。うーん、また初歩的な話なんです全けど、然全然、はい。ミラクルゲルはい。と、その普通のジェルはうん。どう違うかなあ、とか、いい質そういう問ですね。機材的な本当バはい。カな質問なんですけど、いえいえ。はい。まあ、ジェルの方は、うんもともと白樺の樹液と、うんうんまあ、カラギーナンっていう成分やなんかで、ちょっとジェル状にしたんですね。はい。で、実はこれは精油が分離して入りやすいように作った機材なんです、もう30年前に。はい。で、さっき言いました、そのゲルっていうのがありますよね。はい。これはもともとミラクルイオン水っていうのから始まったんですね。はい。で、ミラクルイオン水が、肌に刺激がなくて舐めてもうん大丈夫で、はい。pH12あって、菌やなんか結うんうん構抑えるんですね。うんうんうんで、このゲルっていうのは実は、圧力がかかったら液体に変わるようにちょっと作ってあるんですよ。で、またうんうん固体に戻るようにしてあるんですね。うんはい。もともとスプレーで、虫除けスプレーやるときに持ち歩けなかったじゃないですか。はい。そうで、このゲルでやったら持ち歩けるねっていうことで開発したんですね。うんうんはい。ただ、一応今、クリームとかちょっと美容で使って、はい。皮膚表面で入らないんですけど、うー逆にこん。れ使うとちょっと伸びがいいんですね、クリームなんかでね。うーん。皮膚を塞いでくれるんで、まあ、皮膚の表面的にこうクリームやなんか使うんだったら、ちょっと、ゲルも面白いなってことで結構やってます、今。あ、ジェルクリームみたいのを作るとしたら、今までのジェルを使った方がいいのか、ミラクルゲルの方を使った方がいいのあ、か。僕は今ね、ゲルの方がいいですね。どうせえークリームって入んないじゃないですか、精油入れたって。はい。だからあんまりさっきの精油入れたいっていう目的じゃないから、ジェルじゃなくて、ゲルでいいと思います。はあ、なるほど。わかりました。はい。で、逆にゲル抗菌力ありますし、はい。で、あとミラクルイオン水もちょっと足して柔らかさを調整するととってもいいと思いますね。はい。はい。わかりました。はい。でもう一つついでにいいですか？はい。はい。ここ最近周辺で、うん。更年期障害とかじゃないんはいはい。ですけど、うん。朝がどうだとか、気持ちうん。が浮き沈みするとか、うん。そういう質問っていうか、相談がとっても増えたんです。はいはい。はい。で、更年期のジェルみたいなの今までうん。いろいろね、はい。見てるんですけども、はい。あの、よく後期だ、中期だ、いろいろあるじゃないですか、あります、あり初ます。はい。期だとか。私全くわからないんですよ。年はい。齢は適齢期なんですけど、はい。どういうふうにあれは使い分けたらいいっていうか、何が違うんでしょうね。初期とか中期とか。はい。最初の5年間で出るのが、実ははい。メンタル的なものが非常に多いです。はで、い。後の5年間というのは気質的変化って言いまして、はい。急にシミが増えたり、シワが増えたりするんでおーすね。はい。やっぱり女性ですと、甲状腺の病気ですとか、いろいろそういうのが増えてくるんですね。骨はい。粗しょう症であったりと。はい。前半でしたら、さっきのメンタル的なものが多いですね、実際にね。はい。で、不定収束って言いまして、その人によって肩が凝るだとか、頭痛はい。がするだとかあるんですね。はい。で、まあ、対症療法でそういう、じゃあ頭痛がするんだったら頭痛のジェルを作ってあげようっていうレシピありますよね。はい。そこにエストロゲンでクラリーセージを入れるとかってしていただいたらいいと思いますね。なるほど。症状の緩和のために。はい。それとメンタル的だったら安定ジェルとかもあってね。ほうほうほうはい。ただそれはイライラしたりなんかする場合ですよね、非常にね。そうです。だからなんか昨日の相談も、うん。飼ってた犬をもう飼えない。もう、その吠える声がイライラして、耐えあ、られないとか言って、私のところに犬持ってきて、誰か欲しい人にあげてくれって来たんですよね。まあ、なんかもう、安定ですけどね。イライラするって。うん。うん。うん。それは結構メンタル的に重症ですよね、はっきり言って。うーん。で、またすぐ返してくれって言ったり、また1時間後には相談して、やっぱね。り誰かに譲ってくれたから、昨日はそれでうん。遅くまで電話で、はい。もう結構重度だと思います、はっきり言って。それそれは重度なんです。更年期うつという形になってます。うつあ病の方が重度なんですね。あ、はいはい。で、このストレッサーっていうのが一つの更年期っていうのがありまして、うん。
で、あとはそれにいろんなことが要因ありますよね。結局、家庭が今そういう状況で非常に雰囲気が悪いとかいろいろあったりすると思うんですよ。だから、実際にこういうメンタルのうつの場合には、更年期もそうな、更年期うつの場合そうなんですけど、何が原因かを探さなきゃいけないんですよね。で、それを知ることによってどうしたらいいかっていうのもやっぱりやっていかないといけませんし、さっきの体の不調はやっぱり10年くらい誰でも続くことなんですね、実際ね。あとはなんだろう、遺伝的要素っていうのもあって、やっぱり家系にうつがある方はそういうのが出ますし、それとあとはパーソナリティって言いまして、非常に几帳面だとか、慎重で融通が利かない人はなりやすいなっていうのもあったりするんですね、いろいろね。本当にいろんな要因がこう絡んでくるんですよ。当然、ストレスになると自律神経が乱れますから、神経っていうのは血液も脈拍も全部コントロールしてますから、結局肩が凝ったとかいろんな症状が出てくるんですよね。だからそういう症状が出たものはメディカルラムで和らげてあげたりすることができるんですけど、ただね、奥には更年期とまた元がありますね、何かね。なるほど。はい。じゃあ10年ぐらいは続くってことなんですね、その更年期症。大体そうですね。はい。へえ。後半は慣れてくるんですけど、やっぱり生理が止まったりするじゃないですか。はい。今度いきなりこういろんな病気が出てきますね、女性の場合ね。へえ。太ってたり、急に太り出したりもあるし、高血圧になる場合もありますね、実際ね。はあはあ。あと、甲状腺の橋本病、バセド病っていうのも増えてきますし、へえ。いろいろ出てまいります。なるほど。わかりました。じゃあ、後期っていうかね、その、更年期の後半だからといって何か、この、西洋を足した方がいいよとか、なんかそういうのはない、そういうのはなないい。です。そのああ、はあ。状態ですね、実際ね。その症状に合わせてっていう感はい。じなんですね。はい。わかりました。で、はい、ちなみにありがとうござい今、クラリーステージのスクラレオールの含有量が1%以下で少ないんですね。ます。はい。で、クラリーステージ、ちょっと効かないなと思う方もおられるかもしれませんけど、そうしたらですね、ソイシードっていう原液ができたんですよ。はい。はい。で、これ、クラリーステージの140倍の効果がありますんで、ジェルに0.4ミリ入れるだけでとても素晴らしいと思います。0.4ミリ。はい、20ミリのジェルに0.4ミリ。はい。これ、測るときに適数じゃなくて、シリンジっていう、アマゾンやなんかで1ミリの注射器みたいなの売ってるんですね。はい。はい。で、測ってもったいないから入れてます。わかりました。はい。はい。以上です。大丈夫？はい、どうもありがとうございます。はい。大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ゆいだ先生できた。ゆいだ先生なんかある？こんばんは。はいはい。すいません。ちょっと今日バタバタしてて、今日は参加型でお願いしたいと思います。わかりました。はい。大丈夫です。あと、どなたかいますか？はいはい、菅原先生どうぞ。はい、お願いします。はい。ファンデーションなんですけど、ファンデーション、はい。はい、UV ファンデーションに入れなくても平気ですか？後で UV 作るんだったら全然平気だと思います。別で作っても全然。そうですか。うん。その時って、8ミリあるじゃないですか、そう UV なんですよね。そうすると何を入れるのが、あの時のミラクルイオン水とかありましたよね。ミラその辺、クルイオン水か BG か。そうですね、BG、ちょっとドロドロしたものも入れた方がいいかもしれませんね。BG8 ミリの中でちょっと BG 多めの方がいい。そうですね、はい。わかりました。あと、カスタマイズして、はい。現役美容液入れたりとかするのもあり。でもあんまり入んないんだよね。はい。あんまり入んない。でも、ファンデーションは全部玉になってて崩れませんから、原液入れたら原液塗るみたいになるから、それは全然いいと思いますよね。ただ、あんまり量入れられないからね。はいはい。そうですね。乾燥とかにヒアルロン酸とかそうですね。全然いいちょっと思いますよ。といいとかありますか？大丈夫です。わかりました。はい、ありがとうございます。どちらかというと、ファンデーションやっぱりこう塗り心地だから、その辺考えて、そうですね。いいかなと、はい、思いまはい、す。ありがとうございます。はい。
あと、どなたかいますか？いないの？あれだ。今日、緑川先生、カメラが動いてないな。あったあったあった。緑川先生、なんかある？すいません。ちょっと電波が不安定だったので、どうぞ。カメラ切ってました。ごめんなさい。はい。この時期、単純にうん。何が原因ってわけではないんですけれども、うん。肌が痒くなったっておいいう場合おいおい。は、ジェルを先に使うのか、クリームを先にラベンダーの使ってあげる方がいいのか。いや、僕、ここのとこね、乾燥肌っていうか多いんですよ。だから、やはい。っぱり保湿で乳液とかクリームをたくさん塗っていただいて、で、特にここのところのヒノキの花粉、杉もそうだったんですけど、それが肌についてかゆかゆの人多いです。わかりました。保湿ですね、やっぱりね。ありがとうございます。はい。ね。先月から非常にそういう方が増えております。あといつもの秒読みしちゃうよ。はい、佐藤先生どうぞ。すいません。お願いします。今の開会で思い出したんですが、やっぱり今年に入って私もやっぱすごいんですが、すごすぎてですね、ラベンダーの乳液とか塗って、かゆみは収まるんですが、ただやっぱり知らない間にこう寝てる時とか、気がついたらかいたりする時あるんですよ。ただ傷とかすごくついたりするんですが、そういう時に原液の化粧水とか使った方がいいんですかね。僕はボディーローション柔らかめの作ったじゃないですか、吉田バージョン。はい。あれ結構ベタベタ塗ってます。そちらの方が効きますかね。そっちの方が効きます、やっぱり。で、柔らかくしたから塗りやすいから、結構夜とか多めに塗ってます。一回になっちゃうんで。そうなんですね。そっか。いや、なんか、原液化粧水だといろいろな、全部足しちゃうといろんなものがあるので、こっちの方がいいのかななんて思ったの。ひどいところはそういうところ多いですよ。課金持っちゃったところとかひどいところ。だから全体使うのもったいないわ。だからそこだけ塗ってます。あとはもうクリームって感じ。はい、わかりました。ありがとうございます。あと、今度ちょっとご相談多いのが、花粉で鼻水じゃないんだけど、なんかこう、鼻から喉の方で、咳が出ちゃうって方が鼻水が回って多いですね、なんかね。一緒です。なんか多いんですよ、みんな。ね、だから鼻水だらじゃなくて、喉の方にしちゃって声が出なくなる方結構おられるんですよ。ね。だからやっぱりもうこれも花粉の一つの症状なんでね。ちょっとね、そういう時って、課長すみません。そういう時って、ストレスとかもあるので、たまに免疫促進とか、いいと思います調整とか、っていうのもありですかね。感染症かかりやすくなっちゃってますから。はい。ありです。わかりました。ありがとうございます。僕もそういう時があって、実際に何日間前、ちょっと歯茎が腫れたんですね。夜歯間ブラシやってるんですけど、ちょっと血が出たんですよ。だから免疫落ちてるのかなと思って、いつも大丈夫なのに、その日は免疫促進ジェルも夜使いました。なるほど。やっぱり自分でいろんなの気をつけて、自分が免疫落ちると出やすい場所だとかね、考えたらいいかなと思いますね。ありがとうございます。それでは秒読みです。0までいいですからね。まだいいよ。10、9、なかったら分かって。9、8、7、6、5、4、3、2、いない ?1、0、いない。今 YouTube 一生懸命頑張って僕、猫ミーム作ってるんで、見てない方見てくださいって感じですね。いろいろ頑張ろうと思います。ちょっとね、ああいうのやって新しい人が見てくれたらいいかなと思って、全然関係ないんですけど、一生懸命いろんなことやってます。今日もありがとうございました。失礼します。おやすみなさい。